です。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはフラットポーチです。前回ご紹介させていただいたフラットポーチは表地を1枚で作りましたが、今回のフラットポーチはこのようにパッチワークして作る作り方をご紹介させていただいています。今回は秋冬カラーで落ち着いた雰囲気でおしゃれなポーチに仕上げました。こちらのカーキーのレース地やレースモチーフがポイントとなっています。サイズは20センチのファスナーを使用していまして、縦は16センチです。マスクケースとしてもお使いいただけます。通帳ケースとしてもお使いいただけます。ぜひお好みの布合わせで作ってみてくださいね。最後までご覧ください。フラットポーチの材料を紹介します。今回は表地をこちらの生地でパッチワークします。左端の生地は縦32センチ、横幅10センチ、中央の生地は縦32センチ、横幅7センチです。今回はこちらの左の生地をこのようにレース地を合わせて仕上げたいと思います。左の生地は縦32センチ、横幅10センチです。このようにレース生地を重ねて作りたい場合は、こちらの左の生地のサイズよりも大きめサイズでレース生地をご用意ください。そして裏地は縦32センチ、横幅23センチです。表地には接着芯を貼ります。接着芯は縦32センチ、横幅23センチです。ファスナーは20センチのファスナーをご用意ください。そしてタブは縦4センチ、横幅8センチを1枚ご用意ください。今回はこのようにレースモチーフで飾り付けをしようと思います。飾り付けはお好みでどうぞ。それでは表地の左生地にこちらレース地を縫い合わせます。レース地の裏面を上に向けて置いてください。こちらにこちらの左生地の方の裏面を上に向けて置いていただきまして、このようにレース地の上に置きます。そして待ち針で留めます。待ち針で留めましたら、こちらの端の部分を縫って仮留めします。それでは少しずつ縫って仮留めをします。このようにレース地を縫い合わせることができましたら、こちらの左の生地の端に合わせてレース地の方をカットします。それでは表地をパッチワークします。まずこちらをこのように中表に合わせます。待ち針で留めましたら、縫い代1センチで縫います。このように縫い合わせましたら、開いていただきまして、こちらの端の生地を中表に合わせます。待ち針で留めましたら、縫い代1センチで縫います。表地をこのように縫い合わせることができました。そうしましたら、縫い代をアイロンで割ります。
縫い代をアイロンで割りましたら、表地に接着芯を貼ります。それではタブを作ります。タブの裏面を上に向けて置いてください。そして半分に折ります。半分に折りましたら、上下をこちらの中央のところまでこのようにまた半分に折ります。このようにアイロンで折りましたら、両端を端ステッチします。それでは本体にタブを縫い付けます。上から3センチのところに印をつけます。印に合わせまして、こちらのタブをこのように半分に折っていただきまして、こちらの端のところにピンで留めます。このようにピンで留めましたら、こちらの端から 5mm のところを縫って仮留めします。それではタブを仮留めします。端から 5mm のところを縫います。こんな感じです。それでは本体にファスナーを縫い付けます。まずファスナーを半分に折っていただきまして、中央に印をつけます。そして本体も半分に折っていただきまして、中央に印をつけます。それではファスナーをこのように裏を向けて本体表地の上の端のところに合わせます。まずこちらの中央の印を合わせます。でこちらの端のところも合わせて留めておきます。このようにピンで留めましたら、端から 5mm のところを縫います。ファスナーを縫い付けます。ファスナーを縫う際はミシンの押さえをファスナー用の押さえに変えていただくと縫いやすいのでおすすめです。端から 5mm のところを縫います。ファスナーの取り手の金具が近づきましたらずらしておきます。それでは裏地と中表に縫い合わせます。このように中表に合わせていただきまして、こちらの端のところをピンで留めます。このようにピンで留めましたら、こちらの縫い目のところよりも内側に 2mm 下のところを縫います。それでは縫っているミシン目よりも 2mm 内側のところを縫います。ファスナーの金具の部分が近づいてきましたら、このようにずらしておきます。このように縫いました。そうしましたら、こちら開いていただきまして、こちらの裏地側の方に縫い代を倒している状態にして、この裏地の端の部分ですね、こちらを押さえステッチします。少しこちらの裏地は引っ張りながら縫うと綺麗に縫いやすいです。こんな感じです。このようにファスナーを縫い付けることができました。
そうしましたら表地のこちらの反対側の方にもこちらのファスナーを縫い付けます。まずこのようにファスナーの中心と先ほど表地の中心に合わせた印を合わせます。そして端に合わせてファスナーを留めます。このように留めています。このようにピンで留めましたら端から 5mm のところを縫います。端から 5mm のところを縫います。ファスナーの取っ手の金具が近づきましたら開いてずらしておきます。このように縫い合わせることができました。そうしましたらこちらのファスナーを裏地の残りの部分に縫い合わせます。このように裏地を中表に折ります。そして端を合わせてピンで留めます。ファスナーは途中まで開けておいてください。このようになっている状態です。このようにピンを留めましたら先ほどと同様にこちらの縫い目よりも 2mm 内側のところを縫います。それではこちらの縫い目の部分よりも 2mm 内側の部分を縫います。ファスナーの取っ手が近づきましたらずらしておきます。こんな感じです。このように縫いましたら一旦裏地の方に裏返します。そしてこちらの裏地の方を開いていただきまして、そうしますとこちらの裏地の端の方は先ほど端ステッチした部分です。このまだ端ステッチしていない裏地側の方にも同様に端ステッチします。その際にこちらの縫い代の部分は裏地側の方に倒れている状態にしてこのように縫います。少し縫いづらいんですけれども、この裏地を少し引っ張りながら縫い進めると綺麗に縫えます。ファスナーのこちらの取っ手の金具が近づいてきましたら開いてずらしておきます。こんな感じです。ファスナーをこのように表地と裏地の方に縫い付けることができました。そうしましたらファスナーは中央あたりまで開けておいてください。脇を縫い合わせていきます。まずこちらのファスナーの端の部分は裏地側の方に倒します。そしてこのように合わせます。反対側もこのファスナーの端の部分は裏地側に倒して、そしてピンで留めます。ピンで留めましたら両脇を合わせてピンで留めます。このように両脇をピンで留めましたら裏地側の片方の脇の方に返し口8センチを開けて縫い代1センチで両脇を縫います。それでは両脇を縫います。ミシンの押さえはファスナー用の押さえから普通のミシン押さえに変えておいてください。裏地の脇の方に返し口8センチを開けて縫い代1センチで縫いました。
それではこちら角のところをカットしておきます。返し口から表に返します。表に返しましたら、返し口を手縫いでまつります。返し口を手縫いでまつりましたら、裏地を表地の中に入れます。角の部分は目打ちなどを使用してきれいに出してください。このように表に返せましたら、アイロンできれいに形を整えます。アイロンで形をきれいに整えました。そうしましたら最後に今回はこちらのレースモチーフで飾り付けをします。このようなレースモチーフは表地に最初に縫い付けておいていただいてもいいですし、このように仕上がってから全体のバランスを見て位置などを決めて縫い付けていただいても大丈夫です。最後に縫い付ける際は裏地と一緒に縫ってしまわないように気をつけながら縫い付けてください。ではレースモチーフを縫い付けたい位置を決めて待ち針で留めておきます。この時表地の方にだけ刺しています。こちらで完成です。フラットポーチが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。